いやー、ひどい天気なんですけど、これ今僕の声聞こえてますかね？雨の音がひどくて、特にここが屋根がトタンで断熱材とか入ってないんでね、そのまんま雨の音がするんですよ。僕は割とそれは好きなんですけども、ちょっと声が聞こえるかどうかわかんないですね。で今日は、ずっとこんな天気なので、朝起きて、朝6時からずっと絵を描いてるんですけど、あのー前回ご紹介したT シャツとかグッズ、なんか結構あのー思ったより売れていて、とても嬉しいです。お買い上げいただいた皆さんありがとうございます。あれなんか受注生産だから結構時間かかるんですよね。気長に待っててください。僕もね、T シャツを1枚ね、注文しました。確か7月の中旬過ぎに発送ってなってましたね。で、あのーその僕が T シャツの図案にしたこのイラストね、これは割と僕うまく描けたなと思って、これを T シャツとかステッカーのデザインにして、でその後なんかいろいろペン画の練習にこういう自分のキャビンを描いたりしてたんですけど、意外とこっちの方がこっちの方をグッズにしてくれよっていう声もありまして、練習のつもりで描いたんですけどね。なのでちょっとね、それでちょっとまたもう一個描いて色を塗ってみたり、またもう一個描いてみたりしてるんですよ。でなんかこの水彩画で塗りたいなと思って、なかなか難しいんですよね。全然自分が思ったようにできなくて、今日はずっとね水彩の練習をしてたんですよ。でここのストーブの絵を描いてみたりでね、一個ちょっとこういうのを描いてみたんですよ。これがあの例の僕のキャビンの赤いドアのキャットドアから銀が顔を出してるところ、これがね、この絵はずっと描きたいなと思っていて、これがだいたい9センチ ×9 センチぐらいの正方形で描いたんですけど、ちょっとねフレームに入れてみたんですよ。こんな感じでちょっと光っちゃう。ちょっとちゃんと後で別に画像をインサートしますね。これちょっとこんな感じで、これなかなか可愛いでしょ。ちょっと試しにね、このフレームに入れてみました。これねコピーしたんですよ、カラーコピー。こっちはまだちょっと切らないで置いとこうと思って、カラーコピーですけど、こうやってなんかフレームに入れたら全然悪くないですね。でね、そのちょっとお見せしますけど、僕がねこの水彩が難しいっていうお話をしたじゃないですか。やり直しが効かないから。で最初にこれを書いて、でこれを一回パソコンに取り込んで、フォトショップで着色してみたんですよ。でそれがこれです。これなんですけども、なんかね、あのいまいちなんですよね。なんだろうな、デジタルで着色するとなると本当何個もレイヤーを作って、で塗って、違ったってやり直して、
ってできるんで、なんかね、緊張感がないというか、なんかやってて乗ってこないんですよね。なんかこんな感じで水彩でやってると、実際に紙にね、絵の具と筆で描いてると、結構ね、やっぱり一筆一筆すごい緊張感を持ってやるんですよね。こういう線画も同じなんですけど、線画でもパソコンで描こうとすれば、スッて引いた線が気に食わなければアンドゥでやり直しできるんですよ。で、それだとやっぱ緊張感がなくて、この一本の線にすごい真剣に取り組むことで得られるものがなんかやっぱあるんですよね。でね、これなんかもう本当下書きなしでペンで一発でやるんですよ。だから例えば失敗しちゃったとしたら、前半で失敗したらもう一からまた書くんですけど、結構いいところまで来て失敗したら、その失敗をなんとかリカバーしようとするんですよね。なんかリカバリーできないかなってこう工夫して、で仕上げた結果、なんかね、あの結構線ガタガタだったりバランスおかしかったりするんですけど、なんかいい感じになったりもするんですよね。なので、なんかペンタブレット買ってパソコンで絵描こうかなとか思ってたんですけども、やっぱり紙に描いて塗ってってした方がいいなと思って、これは色塗らないつもりで描いた線画なんですよ。塗ってもいいかもしれないけど、一回パソコンで試してみます。そういう使い方ならいいかなと思って、パソコンで一回塗ってみて、色ない方がいいなとかいうのを見るのにはいいかもしれないですね。で、そのアナログとデジタルっていうか、前にもお話ししましたっけ、なんかネットフリックスとかプライムビデオで今まで見てたドラマの新シリーズが始まって、これ新シリーズ始まったんだ、楽しみだったんだ、見ようと思って見始めると、前のシーズンまでのこと全然覚えてないんですよね。で、映画とかでもこれ面白そうだなと思って見て、結構90分ぐらい見て、だいぶ後半になってから、これ見たことあるなとか気づくことってないですか？僕すごいあるんですよ。で、それってなんでかなと思って、年齢のせいでちょっと記憶力とかが弱くなってるのかなとかも思ったんですけども、それもあるんでしょうけど、おそらくね、やっぱりそういうサブスクリプションのなんか手軽さの悪い部分が出ちゃってるのかなと思って、なんかちょっと寝る前で眠いけどこれ見ようかなと思って、途中で寝ちゃってもまた続きから見ればいいやとか思って見るから、全然ね、緊張感がないというか向き合ってないんですよね。だって映画館に行って2000円出して見るとなったら、ちゃんと真面目に見るじゃないですか。なんか眠くなっちゃってももう必死に睡魔と戦いながら見たりして、だからそんな映画館で見た映画を忘れないんですよね。で、音楽も今 CD すら買わなくてね、サブスクリプションで聴き放題とかで聴けるのはね、もうとてもありがたいことなんですよ。特に今ジャズなんか勉強してると、たくさんたくさんいろんなのを聴かなきゃいけなくて、で昔だったら本当にレコードを買ったり CD を買ったり、レンタルしたりしなきゃいけなかったのを、家で YouTube でポッてすぐ聴けちゃうわけですよ。ですぐ聴けちゃうから、全然やっぱりね、残らないというか、なんか中学高校の頃って
そういう好きなミュージシャンのアルバム、当時で CD のアルバム1枚2800円とか3000円ぐらいですかね。輸入版はもうちょっと安かったかな。でそれで、結構ね、中学生にとって3000円って、僕が中学の頃は CD じゃなかったですね。レコードでしたね。レコードから CD に変わるくらいの時期でしたね。でどっちにしろ3000円かかるんですけども、やっぱりね、3000円って結構大金でしょ、中学生にとって。でもう結構な決意を持って思い切って買うわけですよ。そしたらそのアルバムの10曲の中でシングルになってる曲が2曲ぐらいあって、その曲はいいですよね。他の8曲があんまりなんかいまいちだなっていうこともあるじゃないですか。逆にね、これシングルじゃないけどすごいいい曲だなっていうのもあるし、どうもこの曲好きじゃないなと思うんだけども、せっかく買ったから一生懸命何回も何回も聴くでしょ。そうするとね、なんかだんだんその曲のいい部分が見えてきて、割となんかだんだん好きになってったりするんですよね。なんかね、そういうことをね、今回この絵を描いたり塗ったりパソコンに取り込んだりしていて、そういう感覚をね、思い出しました。うんだからって昔が良かったなとかそういう話じゃなくて、なんか時代とかそういう技術とかによってなんか向き合い方も変わってくるんだなと感じたというお話です。うん、どっちがいいかと言われたら僕は今の方がいいですけどね。今その若い頃の子供の頃のことを振り返って、あの頃は良かったなと思うんですけど、実際ね、今からあれをやれって言われたらね、もうやりたくないですもんね。そんなわけで、7月に入りましたね。もう下半期です。2024年。で、今日こんな感じですけど、明日、明後日ぐらいからちょっと天気が良くなってくるという予報ですね。その分暑くなるんでしょうけど、なので、ちょっと溜まった仕事を、草刈りとか、草が今もうバンバンこの数日間で伸びてきているので、草刈りもやらなきゃいけないし、いろいろやんなきゃいけないですね。じゃあちょっと雨がねひどいんで、引き続き皆さんもお気をつけください。それでは今週もよろしくお願いします。